lights and diamond stars, living in our flashy cars, silk and velvet. 夜間飛行と中間飛行の違い。航空法の規定。無人航空機は原則として日の出から日没まで飛行する。夜間、日没から日の出までの飛行には承認が必要。日没、日の出時刻、地域や季節によって異なるため飛行前に確認が必要。夜間飛行の視認性と安全対策。灯火の装備。夜間飛行では機体の姿勢や進行方向が通常視認できないため、灯火を搭載した機体が必要。情報の送信。操縦者が手元で位置、高度、速度などの情報を送信機を使用して把握することが推奨される。地形と障害物の視認。地形や人工物などの障害物が視認できないため、地上照明を用いて離着陸地点や緊急着陸地点、飛行経路の障害物を視認可能にする。ビジョンセンサー。機体に搭載されたビジョンセンサーが夜間に対応していない場合、衝突回避や姿勢安定の安全機能が制限される可能性があるため注意が必要。夜間飛行で必要な装備。必須装備。無人航空機は、その姿勢及び方向が正確に視認できる灯火を装備することが求められる。照明の条件。無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合は、灯火の要件が緩和される可能性がある。夜間飛行について、最も不適切なものを選びなさい。1、夜間飛行では機体の姿勢や進行方向が視認できないため、灯火を搭載した機体が必要である。2、夜間飛行時は、機体が視認できる灯火を有することを求められるが、飛行範囲が十分に照らされている場合は、この限りではない。3、夜間飛行時は機体に搭載されたビジョンセンサーにより機体の衝突を防ぐことができる。正解3。夜間飛行の運航において最も適切なものを選びなさい。1、夜間飛行時には、地上からの距離や速度、高度が把握できる装置がある場合、視覚による確認は必要ない。2、夜間飛行では、機体の姿勢や方向を示す灯火を装備している必要がある。3、操縦者が夜間飛行の訓練を受けていることは推奨されるが必須ではない。正解2。夜間飛行を行う場合に必要な承認で正しい時間帯のものを選びなさい。1、日の出から日没までの間。2、日没から日の出までの間。3、終日、24時間。正解2。夜間飛行で必須の装備を次のうちから選びなさい。1、衝突回避のためのビジョンセンサー。2、機体の姿勢や方向が正確に視認できる灯火。3、飛行経路中の障害物を避けるための補助者。正解2。夜間飛行時、地形や人工物を視認するために望ましい対策を選びなさい。1、飛行経路上に地上照明を当てる。2、機体に搭載されたビジョンセンサーを増設する。3、操縦者が日中の訓練を十分に行う。正解1。Stride
Golden nights and diamond stars, living in our flashy cars, silk and人口集中地区は5年ごとに実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域であり、現在は令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が適用されている。人口集中地区に関する以下の記述のうち、最も不適切なものを選びなさい。1、都道府県公安委員会により3年ごとに設定される。2、国土地理院のホームページで確認することができる。3、5年ごとに実施される国勢調査の結果から設定される。正解1。人口集中地区 DID の設定について正しいものを選びなさい。1、国勢調査の結果に基づき、一定の基準で設定される。2、各都道府県が独自に定める。3、市町村が住民の意見をもとに設定する。正解1。現在、2024年時点、適用されている人口集中地区は、どの国勢調査の結果に基づいているか正しいものを選びなさい。1、平成30年の国勢調査。2、令和2年の国勢調査。3、令和5年の国勢調査。正解2。人口集中地区 DID はどの頻度で見直されるか正しいものを選びなさい。1、毎年。2、3年ごと。3、5年ごと。正解3。Strutting on the catwalk, lights so bright. Shades hide the future, feeling right. Rhythm in my steps, a perfect. Golden nights and diamond stars, living in our flashy cars, silk and velvet. 催し場所上空での無人航空機の飛行について、無人航空機の操縦者は、多数の人が集まる催しが行われている場所の上空での飛行が原則として禁止されています。多数のものの集合する催しとは、特定の場所や日時に多数の人が集まるもの。無人航空機が落下した場合の危害防止の観点から、総合的に判断。集合する人数や規模、特定の場所や日時に開催されるかどうか、具体的な該当例。該当するもの、祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会。屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ、G 行為、など。該当しないもの、突発的に発生する人混み、信号待ちや混雑など、飛行時の注意事項。多数の人が集合する催し場所上空で飛行する場合、以下に注意する必要があります。風速5メートル毎秒以上の場合は飛行を中止すること。機体が第三者や物件に接触した場合の危害を軽減する構造を用意していること。催し場所上空の飛行についての例外として適切なものを選びなさい。1、多数の人が集まる会場の上空。2、
信号待ちや混雑により生じる自然発生的な人混み。3、デモ行為。正解に。多数のものの集合する催しに該当しないものを選びなさい。1、屋外で開催されるコンサート。2、信号待ちでできた人混み。3、プロスポーツの試合。正解に。多数のものの集合する催しに該当する例として正しいものを選びなさい。1、展示会。2、駅構内の混雑。3、ショッピングモール内の人混み。正解1。多数のものの集合する催しが行われている場所上空での飛行に関して正しい条件を選びなさい。1、風速が3メートル毎秒以下であれば飛行できる。2、風速が5メートル毎秒以上の場合は飛行を中止する必要がある。3、特別な許可があれば風速に関係なく飛行できる。正解に。Strutting on the catwalk, lights so bright. Shades hide the future, feeling right. Rhythm in my steps. Golden nights and diamond stars, living in our flashy cars. Silk and無人航空機からの物件投下。無人航空機の操縦者は、原則として物件を投下することは禁止されている。物件の投下には、水や農薬などの液体や霧状のものの散布も含まれる。物を無人航空機で設置する行為は投下には含まれない。ペイロードを搭載、あるいは物件投下時における注意事項。投下場所に補助者を配置しない場合、物件投下を行う際の高度は1メートル以内である必要がある。物件投下のための装備、救命機器の落下装置や農薬散布の装置などがある。これらの装置は意図せず物件が落下しないような構造になっている。投下装置の特性や手順をよく理解する必要がある。ウインチ機構で吊り下げる場合は、物件の揺れや投下前後の重心変化に注意が必要。農薬散布装置は決められた飛行速度や高度がある。風の影響で飛散する可能性があるため、第三者や他人の土地に散布しないよう配慮が必要。物件投下について、最も適切なものを選びなさい。1、農薬は液体のため、物件には該当しない。2、物件投下の装備がある場合、物件投下後の重心の変化は注意する必要がない。3、無人航空機を使って物件を設置する、置く、行為は物件の投下に含まれない。正解3。補助者を配置しない場合の物件投下を行う際の高度として最も適切なものを選びなさい。1、1メートル以内。2、2メートル以内。3、3メートル以内。正解1。
無人航空機からの物件投下に含まれない行為で正しいものを選びなさい。1、農薬を液体や流剤の形で散布する。2、水を霧状に散布する。3、荷物を地上に設置する。正解3。無人航空機で農薬を散布する際に特に注意すべきことで正しいものを選びなさい。1、飛行速度や飛行高度の制限を無視して作業する。2、風などの影響で農薬が対象区域を超えて飛散しないよう配慮する。3、投下装置の構造や手順を理解せずに作業を進める。正解2。物件投下用のウインチ機構を使用する際に注意すべき点として正しくないものを選びなさい。1、物件の揺れに注意する。2、投下前後の重心の変化に注意する。3、装置の特性を無視して手順を簡略化する。正解3。Strutting on the catwalk, lights so bright. Shades hide the future, feeling right. Rhythm in my steps.